はい、皆さん、こんにちは。IT インズラボです。マイクロビットの使い方を解説しているこの動画のシリーズのもはや何回目かよくわかりません。ですね、マイクロビットでプログラミングを勉強してみようということで、条件分岐と当たり判定のお話をしておりました。で、今回はですね、前回の条件分岐と当たり判定の続きを言ってみたいと思います。前回ですね、こういったプログラムを作ってました。キャラクターをですね、00に置きまして、ゴールを44に置くんですね。44。はい。で、A ボタンと B ボタンで、このキャラクターを右に行ったり左に行ったり動かせるようにしておりました。はい。で、A プラス B を押すとこう下に動かすとですね。で、このキャラクターをゴールまで連れて行ってあげると、はい、ゲーム終了っていうような、プログラムですね。こういったものを作ってたんですね。で、この時の、いわゆる当たり判定というやつですね。このキャラクターがゴールに到達した条件をどういうふうに決めるかっていうのなんですが、このもしというやつですね、にスプライト、このキャラクターが他のスプライト、このゴールですね、に触ったかどうか。で、触ってんだったらゲームオーバーっていうようなプログラムを組んでました。で、このもしですね、もしなんとかならっていうやつのことをプログラミングではですね、if 文っていうような、呼び方をしてます。で、もっと専門用語でいくと、条件分岐ですね。はい。で、これをですね、このもしっていうので、判定をするんですよ。当たってるかどうか。でこれどういう風になってるかっていうとですね、if 文って大体この中身はですね、この真か偽っていうのでいくんですね。で、真っていうのは、丸、イエス、イエスってことですね。正しい。で、偽が正しくない、×、まあ、ノーっていうことですね。簡単にイエスかノーかで話をしてるんだっていう風に捉えると、分かりやすいかと思います。まあ、真と偽、イエスかノー、丸か×みたいな感じなんですね。で、最終的にはそれ1か0みたいな話に持っていくっていうのがその考え方なんですが、まあいいや、そこは置いときましょう。はいはい。でですね、なんでこのイエスかノーかで話をするかと言いますとですね、ちょっとこちらを見てもらおうかな。ほい。で、こうやってイエスの占いみたいなのあるじゃないですか。ほらほら、こんなやつ。どちらかというとあなたはロマンチストだ。イエスかノー。で、こんな感じでイエスかノーの組み合わせだけで、たどり着く先がいっぱいなんですよね。そうなんですよ。イエスかノーの選択しかしてないのに、こうやっていっぱい選択肢が、たどり着く先、ゴール先が設定できるということなんですね。これが条件分岐の考え方です。で、それぞれの、条件をですね、イエスかノーかで判定していくだけなんですが、それでゲームの、たどり着く先とかですね、ゲーム性っていうのを作っていくことができるっていうのが、この条件分岐っていうやつなんですね。なので、ここは真偽っていうのがただ単純にイエスかノーか。でつまり、ここではめてるこの条件っていうのは、スプライトが、他のスプライト、キャラクターがゴールに触っているイエスかノー。で、イエスだったらゲームオーバー、ノーだったら違うことを考えるわけですね。というわけです。例えば何があるかな。ちょっと今ここでパッとどういうプログラムっていうのが思いついては来ないんですが、やり方としてはですね、この中にこの論理、またもしを入れていく、新しく入れていくとかですね。ゲームオーバーなんだけど、そのゲームオーバーの後、例えば点数が100点超えてたらどうのこうのとかですね。さらに、条件を細かく設定していくことができると。さらにですね、これ次回また細かくやりますが、ここプラスを押すと、そうじゃない場合そうじゃない場合っていうのをどん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 付け加えていけるんですね。ゲームオーバーにはなってないが、こうであればどうのこうの、そういうような条件をどんどん付け足していくことができる。これが条件分岐というやつの考え方ですね。じゃあもっともっと細かい話を、次回していきたいと思います。今回はここまで。